今日は民族音楽風の曲を作るスタイルの V5.5 での効果を調べていくよ。 V5.5 最初のスタイル解説は、何をやろうかいろいろと考えたんだけど、特に何も思いつかなかったから、自分の趣味を優先させてもらうよ。今日のテーマは民族音楽風。民族音楽ではないから注意してね。要するにジャンル名や民族楽器名などの民族音楽のスタイルではないけど、民族音楽っぽい曲になるスタイル。今日はそんなスタイルを紹介していくよ。こういう曖昧な単語のスタイルはバージョンによって効果が大きく変わる。だから過去の動画で紹介したスタイルも V5.5 だとどうなるか改めて紹介するね。まずは西洋系のスタイルからいくよ。フォレストは過去の動画でも紹介したね。 V5 までのフォレストはアンビエント系の要素も強いスタイルだったんだけど、 V5.5 ではより民族音楽に近寄ったよ。個人的にはちょっと残念だったりする。スローテンポでハープや笛の音が主役。穏やかな西洋民族音楽風の曲が作れる。フォークロアも西洋民族音楽風になる。フォレストとは使われる楽器が違うね。弦楽器のフィドルや管楽器のバグパイプなどの重い音色が使われるようになるよ。メディーバルはこのチャンネルで頻繁に使っているスタイルだけど、正式に解説するのは今回が初めてかな。暗く激しい西洋民族音楽風の曲になるよ。弦楽器ハーディーガーディーの強い音が特徴。うるさく感じる人もいる音色だね。 V5.5 のメディーバルは音が弱めになり、他の楽器もいろいろと使われるようになった。 V5 以前よりは落ち着いた雰囲気かな。それでもまだ激しい感じの曲になるね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみようか。西洋民族音楽風の曲を作るスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。ヨーロッパの民族音楽は現代の曲と共通点が多いから、現代視点でも聴きやすい曲になりやすい。無難に使える民族音楽風スタイルだね。次は特殊なメロディーを使うのが特徴の中近東民族音楽風スタイルを紹介するよ。デザートは中近東版のフォレストと呼べるくらい性質が似ているよ。スローテンポで静かな曲調でギター系楽器ウードの弱い音が鳴る。
ただ西洋と中近東という差があるから、曲の雰囲気はフォレストとは全然違うよ。エキゾチックは中近東風ではあるんだけど、現代ポップスの影響もあるスタイル。中近東のメロディは使われるけど、民族音楽らしさは弱いって感じかな。まあこれは実際に聞いてみた方がどういうことなのか理解しやすいと思う。オリエンタルはエキゾチックとは反対で、民族的な要素が強いスタイルだね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみようか。中近東民族音楽風のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。聞いての通り中近東のメロディーはかなり特殊で好みが分かれると思う。だから中近東の民族音楽ではなく、あえて民族音楽風のスタイルを使って弱い中近東要素を入れてみるというのも面白い選択肢だね。次は複雑なリズムが特徴であるアフロ民族音楽風のスタイルを紹介するよ。アフロはアフリカ由来という意味で、アフリカ系民族音楽はもちろんカリブや中南米のアフリカ由来の音楽、つまりラテン系音楽も含まれる単語だよ。トライバルはアフリカ系のいろいろな打楽器を主役とした曲を作るスタイル。ドラムが主役の曲を作ってもいいけど、一般的なポップスなどと混ぜることでドラムパートだけをアフリカ風にできる。こちらの用途で使うことの方が多そう。カリビアンは名前の通りカリブ民族音楽風の曲を作るスタイル。スティールパンの明るい音色が響く陽気な雰囲気の曲になる。ただこの地域の音楽らしくドラムはかなり複雑で細かくなる。リチュアリスティックはダークで儀式的な雰囲気の曲を作るスタイル。ほぼドラムと人の声だけの曲になる。変わった効果のスタイルだね。ドラムが主役だから便宜的にアフロ系と一緒に紹介したけど、実際はどこの地域の民族音楽でもない架空の民族音楽って感じのスタイルだね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみようか。それはどう
それはどこかの世界、来たことはないこの場所、知らないはずなのに懐かしい夢。アフロ民族音楽風のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。この地域のスタイルはドラムが特徴。使うときはその点に注意しておきたいね。シンプルなリズムのスタイルと混ぜて複雑なリズムを中和させてもいいし、複雑なリズムのスタイルと混ぜてドラムの複雑さに特化させてもいいね。ということで今日の動画は終わり。でも紹介していない地域が2つあるね。アメリカのカントリーやブルースやラテンも民族音楽ではあるけど、ポップミュージックでもあるから、普通に音楽ジャンル名で作ればいいね。問題は日本を含めた東アジアだね。ここはあまり効果のあるスタイルがない。アジアンは使えなくもないんだけど、今回紹介したスタイルより効果は弱い。まあ、東アジアの民族音楽の多くは、現代ポップスと結構相性がいいので、民族楽器のスタイルを使うことで、東アジア風の曲は作れると思う。つまり和風の曲を作るなら琴や尺八を使おうっていつもの話だね。それじゃまたね。